この動画では学ばプラス R で小テストを作る上での発展的な知識をご紹介します。この動画では以下の点について説明を行います。まず、小テストの問題の種類とタイプを説明します。次に、作問とフィードバックの入力方法を説明します。最後に、正答の入力方法を説明します。まず、学ばプラス R の小テストの問題の種類とタイプについて説明します。小テストの問題は大きく2つの種類に分けられます。1つ目は通常問題。こちらは回答をしなくても提出ができる問題です。次の種類は入力必須問題。こちらは回答をしなければ提出ができないという種類になります。次に問題のタイプについて一つずつ説明します。一つ目は単語記入。こちらは1行のテキスト入力欄の中にテキストを入力して回答するタイプの問題になります。はい、いいえタイプというのは、はいかいいえの2択で選択をするタイプの問題になります。選択肢の文字列は自由に変えることができます。単一選択問題とは、多子選択肢の中から正答を一つだけ選択するタイプの問題になります。複数選択とは、選択肢の中に含まれている正答をすべて選択するタイプの問題になります。プルダウンとは、単一選択問題と似ているんですが、選択肢が一覧ではなく、プルダウンメニューの中に収納して表示されるタイプの問題になります。並べ替え問題とは、与えられた選択肢を正しい順序で並べ替えるタイプの問題になります。マッチング問題とは、与えられた情報を選択肢と結びつけて回答するタイプの問題です。自由記入は、任意のテキストを複数行にわたって入力できるタイプの問題になります。アップロードとは、レポートのファイルなど任意のファイルをアップロードするタイプの問題になります。作問画面の一番下には、選択肢のシャッフルの有無や、ポートフォリオ上の扱い、採点結果と正解の公開のタイミングを選択することができます。選択肢のシャッフルをするにしておくと、単一選択問題や複数選択問題、並べ替え問題など選択肢が表示されるタイプの問題の選択肢が毎回シャッフルされます。次に作問とフィードバックの入力について説明します。例えば今、このような単一選択問題を作成してみました。ジャパンってどこのことと書かれているこの部分は、作問画面の右側のこちらのツールボックスから文字の装飾などを選択して記述しております。具体的には文字の色が変わっており、車体になっており、そして H1 見出し1が適用されております。この問題のフィードバック、すなわち解説がこちらに表示されています。解説は右側のツールボックスの下側にある解説ボタンで解説欄を追加して、そこにフィードバックを書き込むことで採点結果と同時に表示させることができます。最後に問題のタイプごとに正答の入力の方法をご覧いただきます。単語記入の場合は1行のテキスト入力欄に任意のテキストを正答として記入します。その横に点数を記入します。はい、いいえ問題は、はいかいいえのどちらかを正答として選択し、その点数を入力します。単一選択問題の場合も同様に、正答の選択肢のチェックを入れまして、点数を入力します。複数選択問題の場合は、
正答の選択肢すべてにチェックボックスを入れます。そして、部分一致か完全一致かどちらで点数を与えるのかを選択し、その点数を入力します。プルダウン問題の場合は単一選択問題と同様に、正答の選択肢を選び、その点数を入力します。並べ替え問題の場合は、選択肢の正しい並び順を選択し、その問題を入力します。マッチング問題の場合は、選択肢と情報の正しい結びつきを示し、その点数を部分一致か完全一致かで入力します。自由記入問題とアップロードに関しては、正答というものが存在しませんので、こちらには点数を入力することはできません。最後に合計点の点数を確認してください。